こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、4音でハンク・モブレーっぽく弾いちゃおうっていう動画です。で、以前にね、4音で、コルトレーン、ジョン・コルトレーンっぽく弾こうとか、1音でリー・モーガンっぽく弾こうっていう動画やったんですけど、今日はね、ハンク・モブレーバージョンです。はい、じゃあね、早速この譜面見ていきましょう。今日やる曲はですね、ハンク・モブレーのアルバムのディッピンの中に入っているリカード・ボサノバですね。もうめちゃくちゃ有名なのでね、知らない人はいないと思います。で、早速ね、説明していきたいんですけども、あのアルバムの曲の中でですね、めちゃくちゃ印象に残るフレーズがありまして、こういうフレーズなんですね。いきますよ。はい、こういうフレーズなんですけども、よく見るとこれ4音の繰り返しなんですよ。この4つの音が降りていってるだけなんですね。みたいな感じで、この4つの音だけなんですよ。繰り返してるのね。で、これを今日は説明していきたいんですけれども、サムネのところに考え方をガラッと変えてみようなことが書いてあったと思うんですけれども、今日はですね、思考を変えましょう。はい、じゃあ説明をしていきます。さあ、コード進行を見てみましょう。Am7 フラット5、D7 フラット9、G マイナーということでね、このマイナー251のところですね。で、よーく見るとですね、なんかサウンドがおかしいんですよね。なんか普通じゃないということでですね、これを今日は解説していきたいんです。はい、じゃあ、早速次の譜面見てみましょう。本来であったらですね、このマイナー25のところはですね、例えばこの D7 のところで HP5 とかね、ちょっと暗めの、スケールとかを使うんですね。例えばこれを弾いてみると、というものすごい暗い、スケールを使うんですけれども、今回この先ほどのスケールはですね、全くこれを無視しているということなんですね。はい、じゃあ次のを見てみましょう。はい。で、一体、ハンク・モブレーは何を使ったかというのを早速説明するんですけれども、ハンク・モブレーはおそらくこのホールトーンスケールというのを使ったんだろうと思うんですね。このホールトーンスケールっていうのはこのドミナント7のところでどこでも使えるんですけれども、こういう音です。というね、ちょっと変な音遣いなんですけれどもね、もちろん皆さんこれも知ってると思うんですけれども、で、特徴はですね、何かというとですね、ナインスの音が、フラットじゃなくてナチュラルになるんですね、これ。で、何が起こるかというと、このコード進行は D7 のフラット9のはずなのにですね、このホールトーンを使うとですね、ナチュラル9になってスポーンと音が抜けてしまうということなんですね。で、これこそがハンク・モブレーの弾いたこのナチュラル9のですね、フレーズなんですね。さっきの弾いたフレーズなんですけれども、で、本来であったらフラット9っていうのはですね、メジャー25のところで入れてあげるとかっこよくなったりするんですけれども、逆に元々がそのマイナー25のをこのようにメジャーのナインスにしてしまうっていうのは結構レアでですね、そこだけなんか音が急に、あれみたいな感じの音遣いになるということなんですね。ハンク・モブレーもこのソロを弾いた時にですね、僕が聞いたところおそらく1箇所だけこんな風に、ナチュラル9を使ってるんですね。あとはなんか弾き損じみたいなところもあったんですけれども、すごくわかりやすいのは1箇所だったということなんですね。なので、例えば彼のソロ2コーラス分あるうちの1箇所だけ使ってるということでですね、ものすごいそこが目立つということなので、僕が思ったのは、たまにこういうのを使ってあげると、すごく効果的かなと思います。はい、じゃあ練習法なんですけれども、先ほどのフレーズをですね、ドミナント7のところに全てコピペして平行移動して練習するということです。じゃあ早速音源聞いてみましょう。どうぞ。
ということでそれを練習したら今度は自分のアドリブにそれを何箇所か入れてみると。練習なのでね、たくさん入れちゃって問題ないと思うんですけれども、僕もね、先ほどね、ちょっと練習でやってみたので、聞いてみてください。で、わかりやすいようにコード進行を出しておきますので、どこでホールトンスケールのを使ったかって赤い色でピュって出るように、コード進行のところに出るようにしておきますので、聞いてみましょう。はい、どうぞ。